私はジェイス・ジョンストンに10年間夢中になっていたが、彼にとって私はただの味気ないクラッカーだった味はないけど、人はそれでもつまんで食べるものさ。その一方で、彼は私の背後で他の女と仲良くしていた。10年間幼馴染として彼のそばにいたが、それはどこにも行き着かないことに気づいた。私はもう彼のおかずでいるのはやめる。それで私は他の人と結婚することに決めた。正直に言え。ケイラと寝たことがある？私が入ろうとする直前、男性の低い声が私を止めた。ドアの隙間から覗くと、ジェイス・ジョンストンが高級な椅子にくつろぎ、薄い唇を閉じていた。彼女はアプローチしてきたけど、俺は興味ないと彼は言った。そんなこと言わないで。ケイラはこの界隈ではたまらない女だよ。たくさんの男が彼女に気があるんだと答えたのは、ジェイスの友達で、私たちの10年間の関係を知り尽くしているスティーブ・スミスだった。ジェイスは眉を寄せた。俺たちはあまりにも長く知り合っているんだ、わかる？私が14歳の時、ジョンストン家に送られ、初めてジェイスに会った。誰もが私に、彼が未来の夫になると言った。それ以来、私たちは10年間一緒に住んでいた。彼女と結婚するの？スティーブの質問で私の呼吸が止まった。ジェイスの両親は私たちに結婚を望んでいたが、彼は決して明確な答えを出さず、私も決して聞かなかった。スティーブは私の代わりに聞いていたのだ。ジェイスは沈黙していた。スティーブは笑った。彼女と結婚したくないの？こんな言葉を聞いたことがある？ジェイスは薄笑いを浮かべて聞いた。何？ある女たちは味気ないクラッカーのようなものさ。味はないけど、人はそれでもつまんで食べる。ジェイスは言った。10年間愛してきた顔がぼんやりとした。私は心を締め付けられるような痛みを感じ、思った。そうか、私は彼に捨てがたいけれど、味気ないものになってしまったのか。彼の言葉は深く突き刺さり、喉に物が詰まるような感じがした。手に持っている結婚届申請書を見下ろし、唇を強く噛んだ。スティーブがドアを開けると、外に立っている私を見て驚いた。それから私が会話を聞いていたことに気づき、ぎこちなく鼻をこすった。スティーブは私の手に持っている紙を見て近づいた。ちゃんと考えて、自分が何を欲しいかと言い、私のそばを通り過ぎて去った。私は深呼吸をし、苦味を飲み込んでドアを押し開けた。ジェイスは音に反応して上を向き、私の目と合った。鏡を見なくても自分の姿がどれほど悪いか分かった。調子悪いの？と彼は少し眉を寄せて聞いた。私は無言で彼の机まで行き、喉の苦味を飲み込んだ。結婚したくないならお母さんに話すわ。ジェイスの眉はさらに寄せられた。彼は私がスティーブとの会話を聞いたことを知っていた。喉が詰まるような感じがした。私が味気ない存在になるとは思わなかった。ジェイス。私は動かないでいた。緊張感が空気に漂っていた。数秒後、彼は私の前に立ち、少しうんざりしたような柔らかいため息をついた。スティーブと冗談を言ってたんだ。本気で信じたの？本当に冗談だったの？彼は追加した。男は面目が大事だからなと言い、手を私の腕から手に滑らせ、そっと申請書を取り上げた。早合点するなと彼は言い、身を返して申請書を引き出しに入れ、コートを取った。ちょっと外出する。最近、彼はよく外出し、毎回長時間帰ってこない。ジェイスと私は呼び止めた。私のこと好き？彼は足を止め、濃い、鋭い目で私を見つめた。しばらくして、左方に浅いエクボが浮かぶ笑みを浮かべた。ジェイスの笑顔はいつも魅力的で温かかった。
彼が私の髪を撫でると頭が突然重くなった。もちろん好きだ。そうでなければ遠くまで行ってお前の好きな焼き梨を買ったり、誕生日に毎回バラを送ったり、星を一緒に見上げたり結婚したりしないだろう？私が迷うたびに、ジェイスの一つの笑みと少しの甘い言葉で、私はすぐに降伏してしまった。私はタコのようだった紐の一端がしっかりと彼の手に握られている。彼は自分の気分に応じて、私の感情を自由に操っていた。だが、スティーブとの会話は私に深い影響を与えた。今回は彼の言葉が以前のように私を落ち着かせてくれなかった。私は彼の目を見た。恋愛的な好き？彼は避けるように歩き去った。それは以前も何度もあったことだ。彼は私に優しくしてくれ、甘やかしてくれ、好きだと言ってくれた。だが、それは恋愛よりも家族のような感情に感じられた。それでも私の心は彼でいっぱいだった。私は10年間彼を愛してきた。私は思わず考えた。それでは私はどうすればいいの？彼と結婚して退屈でロマンチックじゃない生活を過ごすの？それとも彼を離れて彼に本当の愛を見つけさせるの？一日中この問題を考えていた。午後にジェイスが私を迎えに来たとき、私はまだ答えを持っていなかったが、それでも彼について言った。習慣は恐ろしいものだ。10年間私は彼に慣れ、仕事の後はジョンストン家に帰ることに慣れていた。なんで喋らないの？ジェイスはおそらく私の気分を感じ取り、話しかけた。私は数秒間沈黙した。ジェイス、多分私たちは。言葉が途切れる前に彼の電話が鳴った。発信者番号は見知らぬ番号だったが、ステアリングを握る彼の手が力を込めたのを見た。彼は緊張していた。それは珍しいことだった。私は彼の顔を見たが、彼はすぐに車の Bluetooth で電話を切り、イヤピースに切り替えた。もしもしはい、今行く途中だ。電話は短かった。彼は電話を切って私を見た。休養ができたから家まで送れない。それは初めてのことではなかった。彼が何も言わなくても、私は彼が私を置いていくことを知っていた。それでも、私は彼に先に家まで送ってくれることを願った。心に鋭い痛みが走り、悲しみを抑えた。何か悪いことが？ジェイスの顎は引き締まった。彼は答えず、窓の外を見ていった。ここで降ろす。タクシーで家に帰れ。彼は説明すらしないで、すでに手配をしていた。私は何を言えばいいの？彼に問い詰めたり、騒いだりするのは、ただ自分を恥じらせるだけだ。私はバッグをしっかり握って車から降りた。それは私の想像ではなかった。電話に対する彼の反応から、車のスピーカーで聞かせないことまで悪い予感がした。だが、私は何も言わなかった。明らかに彼は私の背後で何かをしていたが、私はそれを知らないふりを続けていた。気をつけて。と彼は注意を促して急いで去ったが、結局、二の足を踏むことなく車を走らせた。私はそこに立って、彼が去った方向を長い間見つめた後、足元を見下ろした。ポケットの中の携帯が突然振動した。親友のレナレーンからの電話だった。やーレア、どこにいるの？晩ご飯食べない？レナは産科婦人科医だ。若くて独身だが、たくさんの出産経験を持っていた。好みと私は即答した。レナはすぐにからかった。珍しい。いつもはジェイスに確認してからっていうのに、なんでこんなに早く承諾したの？10年間、私はジェイスの付き人のように生きてきた。レナと遊ぶ前にはいつも彼に確認し、彼が私を見つけられなくて慌てるのを恐れていた。
だが、今日のジェイスの言葉で、私は自分が彼にとって負担になっていることに気づいた。病院にいるの？それとも家？と私はレナの質問に答えずに聞き返した。レナは住所を教えて、そこに来るように言った。どうしたの？ジェイスと喧嘩したの？レナは私を見るとすぐに何かが悪いと感じた。彼女は私の数少ない友達の一人で、私は彼女に何も隠さなかった。話を聞いた後、レナは罵倒した。このガキ。味気ないって言って？まるで何千回も寝たかのような口ぶりだな。彼女の言葉は私を慰めてくれなかった。むしろ屈辱感を感じさせた。ジェイスと一緒にいるすべての年間で、私たちは一度も親密になったことがなかった。接近した瞬間はあった。例えば、私が酔っ払って彼にアプローチした時だが、彼はただ私を包んで部屋に送り返しただけだった。以前は、ジェイスは私を尊重していて、酔っ払っている時に私を利用したくないと思っているのだと思っていた。今日、私は彼が単に私に興味がないことに気づいた。男が本当に女を愛していれば、彼女と寝たいと思うだろう、と人は言わないか？だが、ジェイスは私に対して決してそのような欲求を示したことがなかった。レナ、もう話してあげるつもりだ。一日中悩んでいた難しい問題に突然答えが出た。よかった、応援するよとレナは私のグラスといた。世の中にはたくさんのイケメンがいるし、あなたの容姿であれば好きな人を選べるわ。なぜ二股強役のガキについているの？レナは正しかった。18歳の時、私はミスコンテストで優勝した。ジェイスが止めていなければ、今頃は有名人になっているかもしれない。私の美貌で、これまで無数の崇拝者や求婚者を得てきたが、その中で私の心を動かす人は一人もいなかった。なぜなら、私が欲しいのはジェイスだけだから。と思うと、鼻が酸っぱくなった。レナに泣いている姿を見られたくないので、急いで化粧室に逃げた。慌てているうちに、外に出てくる人と衝突し、彼を倒して自分もその上に倒れ込んだ。謝ろうとする瞬間、その人は叫んだ。助けて。この女が痴漢してくる。